君、どうやって内定を手に入れたのかね。何かの手違いじゃないのか。今の時代、中卒なんて確実に落とすんだがね。その言葉が内定式の会場に響き渡るや否や、一斉に笑い声が起こった。視線という視線が俺の方へ向かい、体がこわばる。正直、頭が真っ白になりかけたが、一生懸命に踏ん張って、なんとか耐えるしかない。大手の企業から内定をもらい、その内定式に挑んだ俺。けれど、周囲は大学新卒者だらけで、学歴の違いを痛感していた。そんな時、人事部長が壇上に立って、俺のことを足ざまに言い始めたのだ。どうした黙り込んで。まさか本当に手違いってことはないよな。それなら悪いが、この場で内定は取り消させてもらおうか。人事部長の言葉に合わせるように、一同が再び失笑する。俺はただうつむき続けるしかなかった。ところがその直後、この会社の社長令嬢が颯爽と現れた。見る者すべてを圧倒するような気品とオーラを放つ彼女が静かに俺へと歩みを進める。周囲が静まり返る中、その女性は微笑みながらこう告げた。彼は大切な人です。内定取り消し？冗談じゃない。だって彼は私の。一瞬にしてざわめく会場と呆然とする部長。まさか自分の中卒という肩書きがこんな形でひっくり返されるなんて。そして彼は自分の愚行を深く後悔することになるのだ。俺、花岡二郎は父の工場を心から誇りに思っていた。父が経営するその小さな工場の名前は感動製作所。部品の製造から組み立て、さらには試作品の開発まで町の要望に応えながら着実に歩んできた工場だ。古い機械が並ぶだけの無骨な場所だけれど、どの機械にも父や従業員たちの手のぬくもりが感じられる。小さい頃から俺は父の仕事ぶりを眺めては、いつかは父さんみたいになりたいと強く思っていた。俺は自然とものづくりの道を志した。中学生の頃には父や先輩たちの技術を真似しながらこっそり自分なりの改良を試みたりしていた。自分で組み立てた試作品が動いた時、胸の奥が熱くなるのを感じた。これがものづくりの喜びというやつなんだろうと子供ながらに理解した瞬間でもあった。しかし、運命は残酷だ。俺が高校在学中、父は突然、持病が悪化して倒れてしまった。長期の治療と安静が必要です。病院へ駆けつけた俺と母に、医者がそう厳かに告げる。ベッドに横たわる父の姿は、いつも笑顔で油まみれになって働いていた面影がなく、本当に辛そうだった。長期的に治療するとなれば、お金が必要だ。俺は悩んだ末、高校を中退して、父の工場で働く道を選ぶことにした。もともと勉強が特別得意というわけでもなかったし、何より、父の工場を守りたいという気持ちが一番大きかった。もちろん周囲には反対された。担任の先生も母も納得いかない顔をしていた。高校だけは卒業しなさい。そう言われたけれど、父の工場を潰すわけにはいかないと思い、俺は決心を貫き通した。周囲には申し訳なかったが、父を支え、工場を支えることが最優先だった。そして俺は高校を中退し、父の工場で働き始めた。感動製作所の仕事は多岐にわたる。小さな町工場だけど、自動車部品から医療機器の小さなパーツまで、いろんな企業から頼りにされている。俺も父の後を継ぐように図面を引いたり、試作品を作ったりと一生懸命に食らいついていった。夢中になって技術を磨いていたら、いつの間にか自分でも改良点を見つけられるようになり、少しずつ成果が出始めた。最初の成果は金型の冷却方法の改良だった。従来の金型は冷却用の水路が単純な直線的な配置で、部品の角や曲がった部分で温度ムラができやすかった。俺は水路を螺旋状に配置し直すことで、均一な冷却が可能になることを発見した。これにより、従来は100個に3個ほど出ていた歪みによる不良品がほぼゼロになった。次に取り組んだのは金型の摩耗対策だ。特に医療機器の精密部品は 0.01 ミリ単位の精度が要求される。何度も試行錯誤を重ねた末、金型表面に特殊なセラミックコーティングを施すことで、
従来の3倍以上の耐久性を実現できた。こういった改良を重ねるうちに、取引先からの信頼も厚くなっていった。感動製作所に頼めば安心だ。そう言われるようになり、新しい案件も次々と舞い込むようになった。特に医療機器メーカーからは試作品の開発も任されるようになっていた。そんなある日、うちの工場の取引先である桜産業という大手企業から声がかかった。桜産業は産業用ロボットや自動制御システムを主力とする巨大グループ企業だ。特に最近は AI 搭載の製造ライン向け精密機器分野に力を入れていて、業界でもトップクラスのシェアを誇っている。彼らは技術力のある町工場を積極的に支援、吸収することで、より高度な製品開発を目指すという方針を掲げていた。感動製作所は桜産業の自動制御システムに使われる精密部品を納入する協力会社として長年の取引実績があった。特に俺が開発した技術で作られた部品は他社では真似のできない精度と耐久性で高く評価されていた。新たに専門技術者を採用したいんだけど、ジローさんうちへ来る気はない？桜産業からそう打診を受けた時は正直驚いた。中卒の俺にそんな大企業が目を向けるなんて思いもしなかったからだ。話を聞くと、感動製作所と桜産業の共同開発をより円滑に進めるために、ブリッジ的な存在を求めているらしい。ここは腕試しだと思い、母や父の了解も得てチャレンジすることに決めた。もちろん、父の工場から離れることへの葛藤はあったが、もし大手で仕事を学べば、自分の技術や知識をもっと深められる。そうなれば、いずれ工場にも還元できる。そんな希望を胸に抱いていた。筆記試験や面接を経て、正式な書類が届き、内定式に出席してくださいという案内が来た。父の病状は少しずつ回復してきてはいたが、まだ以前のように現場に立てる状態ではない。そんな中、俺に桜産業から内定が出たとなれば、きっと少しは父を安心させられる。かくして俺は晴れて桜産業の内定式に挑むこととなった。スーツを身にまとって、胸元のネクタイを慣れない手つきで何度も締め直した。ネクタイなんて慣れないな。内定式の会場は広いホールで、壁には桜産業のロゴが大きく掲げられている。俺を含めて多くの内定者たちが緊張した面持ちで席に座っていた。新卒採用がメインなのだろう。見渡す限り大学を出たばかりの若者が多いように見える。やがて壇上に立ったのは人事部長の佐野という男。40代半ばぐらいだろうか。灰色の髪を短く切り揃え、ピシッとスーツを着こなし、やや尊大な態度で周囲を見回している。その鋭い眼差しは、どこか冷たさを感じさせた。皆さん、本日は内定式へようこそ。私は人事部長の佐野星と申します。まずは無難な挨拶から始まる。しかし、すぐにその空気は一変した。さて、今年は桜産業の将来を担うエリートたちが多数集まってくれました。実に素晴らしい。私も期待しております。中でも、そう言って、佐野部長は壇上の脇に控えていた一人の青年を促すように手招きした。すらりとした体型に整った顔立ち。身につけたスーツも仕立てが良さそうだ。俺よりも年上か同い年か、見た目でははっきりわからないが、とにかく洗練された雰囲気を持っている。こちらは私の息子で登です。彼は大学を優秀な成績で卒業し、今年から桜産業に入社します。きっと会社をさらに盛り上げてくれることでしょう。登は軽く頭を下げながら得意げに壇上に立った。拍手が巻き起こる。どうやらこの内定式の主役は彼らしい。そして佐野部長は改めて会場を見渡しながら口を開く。この世は学歴だけが全てではない。という言葉をよく聞きますが、だからといって全く意味がないわけではありません。どれだけ努力してきたかの一つの目安になるのが学歴です。桜産業に集まった皆さんは、それぞれの分野で優秀な成績を収められてきたことと思います。そういう努力の積み重ねが将来の成長につながるのです。ホール全体に微妙な静寂が漂った。佐野部長が穏やかな表情を浮かべているのに、なぜか冷たい空気を感じるのは俺だけじゃないだろう。そんな中、彼はわざとらしく書類を見やりながら続けた。ところで、
どうやらこの中に中卒が一人だけ紛れ込んでいるようなんですよね。一瞬で空気が凍りつく。誰のことかは分かりきっている。案の定、指名されたのは俺だった。花岡二郎くんだったかね。いや、珍しいですよ。中卒の方が桜産業に入社するなんて。ざわざわと周囲から笑いが起こった。中卒？マジで？俺はただ椅子に座ったまま視線を落としていた。笑いが一通り収まったところで、佐野部長が再び話を続ける。それにしても不思議だな。私は人事部長として採用面接をくまなくチェックしてきたが、君の顔を見た覚えはないんだが、花岡くん、どうやって内定を手に入れたのかね。何かの手違いじゃないのか。今の時代、中卒なんて確実に落とすんだがね。言葉尻がどこまでも皮肉たっぷりだ。内定式の場でそんなことを言うなんて、普通じゃ考えられない。けれど、彼にとってはそれが当然の態度なんだろう。周りの内定者たちも視線を動かしながらひそひそと話しているのが分かった。だってそうだろ？ここにいる選ばれしエリートたちは、切磋琢磨して学び続けてきたんだ。大変な思いをしながらね。しかし君はどうだ？義務教育を終えてその後何をしていた？そんな君が彼らと肩を並べるのもおこがましいと思わないか？悔しい。本当は言い返したいことが山ほどある。けれど、今ここで何を言っても逆効果だと思った。内定式の場で大騒ぎになれば余計に立場が悪くなるのは俺の方だ。ひたすら耐えるしかなかった。どうした黙り込んで。まさか本当に手違いってことはないよな。それなら悪いが、この場で内定は取り消させてもらおうか。君一人いなくてもうちは困らないのでね。というより、君に払う給料が惜しいと言ってもいい。佐野部長の言葉に合わせるように、一同が再び失笑する。俺はただうつむき続けるしかなかった。その時、会場の後方の扉が静かに開いた。そこから、すらりとした一人の女性が現れる。長い黒髪が艶やかに揺れ、端正な顔立ちに、上品な色気を漂わせている。俺は思わず視線を奪われた。周りの内定者たちも、次々に彼女に目を向けて、ざわつき始めた。失礼します。優雅な声がホールに響き渡る。佐野部長が目を見開いた。おや。東花さん、あなた様がどうしてこちらへ？内定式のざわめきの中、黒髪をまとめた一人の女性が静かに足を踏み入れた。彼女の洗練された佇まいに会場が一瞬で息を飲む。皆さん、はじめまして。桜産業の新規事業開発部、ゆりとうかと申します。今日は内定式にお越しいただき、ありがとうございます。そう名乗った瞬間、会場には妙なざわめきが走った。ゆりって、ゆり社長の？もしかして社長令嬢？そんなひそひそ声があちこちで囁かれ、スーツ姿の内定者たちが互いに顔を見合わせる。彼は私が採用しました。筆記試験もしっかり受けてもらいましたし、父と面接もしています。だからその点は何の問題もありません。佐野部長の顔色がさっと変わる。明らかに動揺している様子が見て取れた。会場のあちらこちらから、という声が上がる。でも私は聞いていませんよ。そんな話は。申し訳ありませんが、私と父が決めたことですので、佐野部長への共有が遅れたのは私たちのミスですが、正式なルートを踏んで採用しています。何の不正もございません。東花さんはきっぱりと言い切る。佐野部長もさすがに反論の言葉を失っていた。すると、東花さんはさらに言葉を続ける。そして、もう一つ大事なことをここで発表させていただきたいんです。そう言った瞬間、彼女は俺に微笑みかけた。悪い予感というか、いや、とんでもない展開が待っているのでは、そんな直感が走る。花岡二郎くんは次期社長候補です。つまり、私の婚約者ということです。まるで爆弾でも落ちたかのような衝撃がホールを駆け抜けた。みんな一斉に、と声を上げる。俺も思わず目を向く。佐野部長も、バカな、と口を半開きにしていた。東花さんは、まるで気にする様子もなく、俺の方を向いてウインクしてみせた。二郎、もう堂々としていていいのよ。これは、私と父が決めたことなんだから。俺は完全に頭が追いついていない。とりあえず、会場中からの視線が痛い。何より、佐野部長をはじめとした重役人の表情が凍りついていて、
これは相当まずい空気だと直感した。数ヶ月前、私が感動製作所を訪れた際に、二郎の技術力を知りました。そこで、これはぜひうちに来ていただきたいと思い、父に掛け合ったんです。彼の技術があれば、新たな事業への道が開けると確信して、二郎は大きな可能性を秘めています。それに、彼は努力家です。中学卒業からずっと工場を支えてきました。本当に素晴らしい才能を持っているんです。東花さんの瞳がまっすぐにこちらを見つめる。これは俺にとって褒めすぎなくらいの評価だ。照れくさい気持ちと恥ずかしさが入り混じってどうにかなりそうだが、同時に誇らしさもこみ上げてくる。そこで俺はハッとする。ちょっと東花さん。俺のことを君と社長が採用したっていう話は内緒にしておくって話じゃなかったの？思わず声をかけると、東花さんは唇を尖らせ、少し申し訳なさそうに笑った。ごめんなさい。つい熱が入ってしまって、あんな風に言われたら黙っていられなくて。その笑顔はどこか憎めない。が、言うべきことはきっちり言っておかないと、俺は居住まいを正す。それに俺たち、まだ婚約したわけじゃないよね。いずれするよ。私にはそのつもりしかないから、ね。彼女の瞳は、まるで迷いのない光を放っていた。どうやら本気らしい。俺は顔が熱くなるのを感じながら、でも、と曖昧に言葉を濁すしかない。壇上の佐野部長を見ると、真っ赤になったり青ざめたり、まさに怒りの沸点を超えそうな様子だ。周りからは好奇の視線がいくつも注がれ、内定式は完全に混沌としてしまった。こうして、俺の桜産業への入社は波乱の幕開けを迎えたのである。俺が配属されたのは営業部門だった。まさか、ものづくり畑の俺が営業をやるなんて、と最初は正直面食らった。だが、感動製作所と桜産業の橋渡しをする人材として望まれた以上、社内の流れや取引先とのやり取りを知る必要があるのだという。そんなわけで、俺は慣れないスーツを着て、営業部の一員として奮闘することになった。そして、同じ部署に配属されたのが、佐野昇。例の内定式で紹介された部長の息子だ。彼のデスクは俺の真向かいにあり、顔を上げればすぐに目が合う位置関係。静かなオフィスの中でも、彼がこちらを睨みつける鋭い視線はすぐにわかる。昼休み、俺が書類整理の手を止めて、軽く伸びをした時だ。昇が机を蹴飛ばすように立ち上がって、俺のところへずかずかと歩み寄ってきた。おい、花岡。お前なんで東花さんと親しげにしてるんだ？俺はずっと彼女に片思いしてたんだぞ。その声には明らかな敵意が滲んでいた。周囲の社員たちがぎょっとしてこちらを伺う。いきなり何なんだよ。俺は慌てて立ち上がり、そう返す。すると、彼は鼻で笑ったように言い放つ。東花さんにふさわしいのはこの俺だ。生まれも育ちも、そして学歴も何もかもが、お前なんかとは比べ物にならない。お前より断然すごいってことを証明してやるからな。見てろよ。いつも感じていた鋭い眼光が、今まで以上に暗く燃えているように思えた。どうやら彼の片思いは本気らしい。けれど、だからといって、ここまで敵意をむき出しにされるとは。俺は居心地の悪さを感じながらも、彼の怒気に飲み込まれないよう、一生懸命に冷静さを保とうとした。佐野、その言い方はやめてくれよ。別に俺は、黙れよ中卒。お前みたいな奴が彼女に近づくなんて、おこがましいんだよ。彼は吐き捨てるように言い残すと、書類を手に持って、部長席の方へ行ってしまった。周囲は相変わらず静まり返っている。俺は心の中でため息をつきつつ、彼の背中を見送るしかなかった。それから数日後、上司の指示で、俺と昇はある取引先との商談に出かけることになった。相手は、桜産業にとって、長年の顧客である電子部品メーカーだ。担当は昇がメインで、俺は補佐という形だ。朝早くにタクシーに乗り込み、昇が座席で資料をパラパラめくっているのを横目で見る。昇は、たまに俺の方に冷たい視線を投げてきては、明らかに嫌そうな顔をする。いいか？俺のプレゼンの邪魔をするなよ。お前は黙って俺の横でスライドを動かしているだけでいいんだ。中卒にはそれがお似合いだからな。強い口調でそう言われて、俺は、わかった、とだけ返事をした。取引先の会社に到着し、会議室に通された。
登が颯爽と前に立つ。プロジェクターに映し出された資料を指し示しながら、背筋をピンと伸ばして話し始めた。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。桜産業の佐野昇と申します。声はよく通り、スーツ姿も板についている。昇は一気に話を進める。まず、弊社の新製品についてご説明させていただきます。今回開発した AX の5000は、半導体製造ライン向けの新型制御システムです。従来の AX の3000と比較して、位置制御精度が10倍に向上し、効率性も 23% アップ。さらに AI 搭載により自己学習機能を実現し、コストダウンにもつながります。その効率性というのは具体的にどういった？先方の部長が質問を投げかけようとした。が、昇は止まらない。はい、続きまして、コスト面での優位性についてご説明いたします。従来比で 15% の削減が可能となっております。昇は相手の言葉を遮るようにして、次々とスライドを進めていく。会議室の空気が徐々に重くなっていくのが分かった。先方の役員たちは互いに顔を見合わせている。それでも昇は気づかないように、まるでプログラムされたロボットのように話し続けた。そして最後に、御社におけるメリットをまとめますと、第1に作業効率の向上、第2にランニングコストの削減、第3に製品の品質向上です。ランニングコストについては、新開発の省エネシステムにより、年間で約1500万円の削減効果が見込めます。これは御社の昨年度の経費実績と照らし合わせても、十分なアドバンテージがあると考えております。資料の最後のページまで来ると、昇は満足げに胸を張った。以上が弊社製品の主なメリットとなります。この革新的な製品をぜひとも御社にご採用いただきたく存じます。完璧な台本を読み終えたかのような昇の表情とは対照的に、先方の面々の表情は硬いままだ。まあ検討しますが。先方の担当者が困った顔をして言う。いても立ってもいられなくなった俺は口を挟むことにした。失礼ですが、私の方から補足させていただいてもよろしいでしょうか。昇が、何勝手なことを、と言いたげな目を向けてくるが、ここは引かない。俺は少し前のめりになって先方に向き直る。実は今回の製品、部品の一部を改良したことで、機械の耐久性が飛躍的に向上しています。もしよろしければ、具体的な数値などもお見せできますが、すると、先方の担当者がふっと目を細めた。あれ？あなたはどこかでお会いしたことが？はい。実は感動製作所で働いていた頃、記者の一部品を担当させていただいていました。その時に非常にお世話になりまして。ああ、思い出した。あの精密加工を請け負っていた花岡くんだ。そうか。今は桜産業にいるのかね。そう言うと、相手は急に打ち解けた顔をして、俺を歓迎してくれた。先ほどの耐久性の件なんですが、御社の現行の製造ラインに、このような形で組み込むことができます。俺は立ち上がって、ホワイトボードに向かった。マーカーで図を書きながら、説明を続ける。従来品では、この接合部分で摩耗が激しかったんですが、新しい表面処理技術を使うことで、摩擦係数を 0.2 まで抑えることができます。おお、それは画期的だな。どういった処理方法なんだ？特殊なセラミックコーティングを施しているんです。これにより、従来のクロムメッキと比べて、耐摩耗耐性が3倍以上になります。製造部長が身を乗り出してきた。確かにその部分は課題だったんだ。具体的な改善効果は？はい。従来の寿命が約8000時間だったところ、15000時間まで向上します。これは実際の稼働テストでも確認済みです。課長が目を輝かせる。そうか。これならラインの停止時間も大幅に削減できる。さらに、御社でお使いの検査装置との相性も確認済みです。実は感動製作所時代に、あの検査機の開発にも少し関わらせていただいて。なるほど。だからこそこんなに現場の課題に即した提案ができるわけだ。部長が大きくうなずく。そんな彼らの様子に担当者が満面の笑みを浮かべる。花岡くんさすがだね。現場を知り尽くした提案は説得力が違う。これなら導入の判断もしやすい。ありがとうございます。もし実際の導入となった場合は、私も可能な限りサポートさせていただきます。それは心強いね。
では、具体的な契約内容の詰めに入りましょうか。こうして、取引先も完全に納得し、めでたく契約成立となった。いやー、最初はちょっとどうなるかと思ったけど、花岡くんが来てくれて助かったよ。打ち合わせが終わり、会議室を出た後、先方が笑顔で言ってくれた。登は口をへの字に曲げ、悔しそうにうつむいている。そんな彼の様子が少し気になったが、商談はうまくいったわけだし、これで桜産業の利益になるならいいじゃないか、と俺は思っていた。それからも、登と一緒にいくつかの商談に回ることになった。ところがどういうわけか、訪問先で俺に心当たりのある企業が多いのだ。考えてみれば、感動製作所はいろんな会社の下請けとして動いていたし、俺自身も取引先とやり取りした経験がある。町工場同士のつながりから自然と顔見知りになった相手も少なくない。最初は、この間の会社と同じような偶然はそうそう起こらないだろうと思っていたが、実際には、また花岡くんか、と先方が言ってくれる場面が続いた。結果として、登のプレゼンがいまいち、温度感の低いまま終わりそうになっても、俺が補足で説明を加えると、急に先方が乗り気になってくれる、というパターンが増えていった。花岡くんが言うなら、うちとしては安心ですね。長年の実績がありますし。昔感動製作所に修理や改良を頼んだ時の対応が素晴らしかったですから、ぜひ今回もお願いしたいです。そんなセリフを聞くたびに、登は隣で深いため息をついていた。契約が決まるという喜ばしい結果なのに、登は明らかに不機嫌で、毎回帰り道で俺に噛みついてくる。なんなんだよお前。ずいぶん偉そうじゃないか。偉そうだなんて、そんなつもりはないよ。たまたま取引先が昔からの知り合いだったってだけで。こんなの、営業の本来の形じゃないね。学歴の代わりにコネを使ってるだけじゃねえか。俺だって、ちゃんと実力を発揮すれば。そう言いながら、登は足早に先を歩いていく。俺は追いかけながら、あえて穏やかな口調を保とうとする。佐野、学歴ってのは一つの誇るべき努力の証なんだろ。けど、商談はそれだけじゃ決まらない。相手が必要としているものを理解し、提案して信用を得ることが大事だと思うんだ。うるさい。お前なんかに言われたくない。登はふんと鼻を鳴らし、そのまま早足で行ってしまった。彼の背中からは、やるせない悔しさが漂っている。自尊心の高い彼にとって、俺が活躍するのは到底、受け入れがたいのだろう。俺は複雑な気持ちを抱えたまま、オフィスに戻るのだった。それから、およそ1ヶ月が経った頃、営業部のメンバーや、他の部署の人たちも交えて、大きな飲み会が催された。場所は、高級感あふれる居酒屋の個室で、業績アップのお祝いも兼ねているらしい。俺は、最初に乾杯の温度を誰かが取ったあたりから、すでにほろ酔いで、周りの社員たちと談笑していた。花岡くんすごいね。最近立て続けに大口の契約取ってるって聞いたよ。いやいや、俺だけの力じゃなくて、ほら、取引先の皆さんとの縁がたまたま重なっただけだよ。謙遜しつつも、褒められれば嬉しいもので、自然と頬が緩んでしまう。居酒屋の席は賑やかそのものだが、ふとあたりを見回すと、佐野部長の姿はない。どうやら、部長は休養とやらで不参加だそうだ。そのせいか、登も隅の方で誰ともあまり話をせず、浮かない顔をしているように見える。しばらくして、俺は少し熱くなった方を冷やそうと、外に出た。夜風に当たりながら、大きく深呼吸をしていると、背後から声をかけられた。次郎大丈夫？顔が真っ赤だけど。振り返ると、そこには東花さんの姿があった。相変わらず美しい立ち姿で、ほんの少し微笑んでいる。彼女と目が合うと、酔いが一気に回るような気がして、心臓がドキドキした。まあ、大丈夫だよ。ちょっと酔ったけど、こうしてみんなと楽しく飲めるのはありがたいよ。よかった。最初の頃は大変そうだったけど、みんな次郎のことを認めてくれてるみたいだし。東花さんは、俺の隣に来ると、夜空を見上げながら小さく笑う。俺は釣られるように視線を夜空へ向け、改めて胸の内を打ち明ける。正直、どうなることかと思ったけど、あの時東花さんが俺を桜産業に誘ってくれて本当に感謝してる。今は学ぶことも多いし、会社のみんなとも少しずつ打ち解けられてきて、来てよかったと思うよ。そう言うと、東花さんは嬉しそうにうなずいた。そして、ごく自然な流れで、
俺の腕に手を添えると、にこりと笑顔を向ける。ならよかった。あとはもう結婚式の準備だけね。え？突然の爆弾発言に、俺は思わず大きな声を出してしまった。幸い、周りには誰もいない。トーカさんの瞳は、まるで冗談ではない真剣な光を宿している。俺があたふたしていると、彼女はくすりと笑った。驚かせちゃった？でも私としては、そう遠くない未来に式を挙げたいと思ってるのよ。ジローはどう思ってるのかな？まだそういう話は。俺はしどろもどろになる。確かに、彼女は憧れずにはいられない存在だし、俺にはもったいないくらいの相手だ。それでも、こんな唐突に本題を詰められると、頭が追いつかない。そこへ、扉が開く音がした。現れたのはノボルだった。やけに冷たい眼差しをこちらに向けている。さっきまで不機嫌そうにしていた姿が、そのままここに移動してきた、という感じだ。へえ、二人でこんなところにいたんですね。随分と仲がいいことで。ノボルの声には、皮肉がたっぷりこもっている。トーカさんは、すっと俺の腕から手を離し、ノボルに向き直った。別に、隠れてるつもりはないわよ。ちょっと外の空気を吸っていただけ。まあいいですけど。けどトーカさん、現実問題として考えてみてください。そいつは町工場の中卒ですよ。ノボルがにやりと嫌な笑みを浮かべる。彼がそう言うと、俺の胸の奥にズキリと痛みが走る。何が言いたいの？俺が聞いた話だと、社長はまだ許してないんでしょ？令嬢であるあなたが、強引にこの会社へ引っ張り上げただけで、婚約なんてとんでもない話だと、周囲は思ってるみたいですよ。一令嬢の公私混同が世間にバレたら、うちの会社の評判はどうなるんでしょうね。違うわ。挑発するようなノボルの言い回しに、トーカさんはそう声を上げた。彼の技術が桜産業に必要だから、私はそれを認めてスカウトしただけ。それに、私と父はちゃんと話し合っているわ。許していないなんてことはない。少なくとも、父はジローの人柄を理解しているわ。トーカの言葉を受け、ノボルの表情が怒りに歪む。彼は嘲笑を含んだ口調で声を張り上げた。理解？そんなもん、世間から見たらただの自己満足だろ。中卒の男が理解されるほど、この社会は甘くないんだよ。誰がどう見たって、学歴も家柄も、俺の方がいいに決まってるじゃないか。最後の言葉を吐き捨てるように言いながら、ノボルは苛立ちを込めて、ドンと足を踏み出す。そして、強引にトーカの腕をぐっと掴むと、まるで彼女を自分の方へ引き寄せるように目を合わせた。トーカさん、どうしてこんな奴なんだよ。俺の方がずっと昔から、ずっと君のことを。その視線は、憤りに揺れつつも、どこか切実に訴えているようだった。けれど、強い力で腕を掴まれたトーカは、眉を潜め、すぐにノボルの手を払いのけようとする。痛い。やめて、ノボルさん。おい、やめろよ。俺が止めに入ろうとした瞬間、ノボルは腕を乱暴に振り払い、最後の悪あがきのように口を開く。まあいい。どうせ今は浮かれてるだけなんだろ。そのうち、俺の方がふさわしいってわかるさ。後悔して泣きついてきたって遅いからな。荒々しくきびすを返すノボルの背中には、胸を焦がすほどの悔しさが滲んでいる。取り残されたトーカは、自分の腕をさすりながら、かすかに唇を噛んだ。俺はそんな彼女の姿に、湧き上がる怒りとやるせなさを隠しつつ、ノボルの遠ざかる足音を見送るしかなかった。結局、その後間もなくして、一次会はお開きになった。二次会へ行く者もいたが、俺とトーカさんは、そのまま店を出ることにする。彼女を家まで送ろうと思い、タクシーを捕まえ、二人して後部座席に乗り込んだ。ドアが閉まり、運転手が出発の合図をする。俺は気まずい沈黙を破るように、そっと口を開いた。さっきはごめん。佐野は、多分、いろんな思いを抱えてるんだろう。わかってる。あの人が私に好意を抱いてるのは知ってた。でも私は、トーカさんはわずかにため息をつき、バッグを抱えながら静かに視線を下げた。タクシーが大通りに出てスピードを上げ始めた頃、トーカさんはちらりと運転席を気にしてから小声で話し始めた。ジロー、どうして私がジローに惹かれたか、その理由ちゃんと話しておきたいの。え？不意打ちの告白めいた言葉に、俺は思わず背筋を伸ばす。彼女はまるで思い出をたどるかのように、窓の向こうの夜景を見つめながら話し出した。
れは、私が最初に感動製作所を訪ねた時のことよ。工場見学という名目だったけど、本当は社長令嬢として、感動製作所の吸収を検討するミッションを任されていたの。安価に技術を取り込めるなら、桜産業にとって大きなメリットになるからね。東花さんの口調からは当時の迷いが伺えた。社長の娘であるがゆえに、会社の都合を優先しなければならない立場にいたのだろう。でも、感動製作所の工場を見て、職人さんたちの熱い眼差しに触れて、それが吸収されるのは嫌だって思ったの。特に、二郎が金型を調整しているところを見たとき、本当に真剣で楽しそうで、誇りを持っているのが伝わってきた。そう言いながら、彼女は恥ずかしそうに頬をあからめる。私、あの時すごく衝撃を受けたの。機械の奥から金属が削られていく音を耳にしながら、それを見つめる二郎の目、とても崇高なものを感じた。東花さんはまっすぐに俺を見つめる。それにあの時、二郎がちょっとした失敗をして、金属片が変な風に切り込まれてしまったのよね。だけどすぐに気づいて、この方が逆に使えるかもしれないって、新しいアイデアを生み出して。ああ、あったな、そんなこと。あれを見て、すっごく感動したの。失敗だと思っても、そこから得られるものがあるって。あの時、私初めてものづくりの尊さを肌で感じたの。そして私も、二郎のようになりたいって思った。社長令嬢という立場に甘んじるだけじゃなく、新しい挑戦をしようと思ったの。思いもよらない言葉に、俺の胸は熱くなる。あの時の俺は一生懸命で、ただ、もっといいものを作りたいって気持ちだけで動いていた。それが誰かを動かし、成長のきっかけになっていたなんて。タクシーが交差点で赤信号に捕まり、一旦停車する。街灯の明かりが窓越しに差し込んで、東花さんの横顔を照らしていた。彼女は、少し潤んだ瞳で俺を見つめ、はっきりと言葉にする。それ以来、私はあなた以外考えられないの。あなたと一緒に未来を作っていきたい。だから二郎、私と結婚してほしい。一瞬息が止まる。彼女の瞳は真剣そのものだ。俺にとって、彼女は高嶺の花だ。俺みたいな男でいいのかという不安や、まだ心の準備ができていない気持ちが大きい。タクシーが再び走り始める。夜景が流れていく中、俺は苦しいほどの鼓動を感じながら、ようやく答えを絞り出す。東花さん、ありがとう。そんな風に思ってくれているなんて、嬉しい。でも、俺にはやらなきゃならないことがまだたくさんある。俺は桜産業で仕事を学んで実績を作って、感動製作所や町工場の可能性をもっと広げたいんだ。結婚のことは、もうちょっと考えさせてほしい。すると、東花さんはほんの少し目を伏せてから笑みを浮かべた。寂しげな笑顔だけど、拒絶の色はない。うん、わかった。焦らせちゃってごめんね。でも、私は絶対にあなたを諦めないから、いつか必ず、うんって言ってくれると信じてるから。その声には真の強さが感じられる。きっとこの人は、俺がどんなに悩んで、どんなに苦しんでも、最後まで支えてくれるのだろう。そこには疑いの余地が全くなかった。やがてタクシーは、彼女の家の前に到着し、静かに止まる。東花さんが、運転手に料金を支払おうとしたので、俺は慌ててそれを遮る。いいよ。ここは俺が一緒に払っておくから。そう言うと、彼女は小さく笑う。今度は一緒にどこかへ行きましょう。降りるとき、東花さんはそう小さく囁いた。車のドアが閉まり、彼女の姿が建物の中へ消えていく。俺はまだ強く残る彼女の香りと、その言葉を反芻しながらタクシーで自宅へ戻った。それから数ヶ月が経過した。ある日の朝、出勤すると、車内が騒然としているのに気づいた。営業部のデスクに着いた途端、同僚が小声で教えてくれた。大変だよ、花岡くん。うちの新製品とそっくりのものがライバル会社で発表されたらしい。ライバル会社って、チェリーテックのことか？ああ、今朝の発表会でな。使用書を見てみろ。上司が差し出した資料に目を通して、思わず息を飲む。これは、まさか、制御システムの構造まで、ほとんど同じじゃないか。そうなんだ。あまりにも似すぎている。偶然とは思えないレベルでね。うちからデータが流出したんじゃないかって、今上が調査してるって。でも、どうやって？その時、課長が慌ただしく部屋に入ってきた。花岡くん、
データの流出元が特定されたらしいのだが、君の PC からのアクセス記録が残ってるとのことだ。そんなはずは、私は絶対に。わかってる。君がそんなことするはずないと俺も思う。でも、課長の言葉が終わらないうちに内線電話が鳴った。はい、営業2課です。はい、わかりました。受話器を置いた課長が重い表情で俺を見る。社長室からの呼び出しだ。花岡くん、すぐに来てほしいとのことだ。でも私は。とにかく言ってくれ。何か言い分があるならそこで話せばいい。立ち上がろうとする俺の肩に上司が手を置いた。焦るな。君のことは俺たちが知っている。必ず真相は明らかになる。その言葉に少し勇気づけられたものの、社長室への廊下は妙に長く感じられた。頭の中では様々な思いが渦を巻いていた。エレベーターのボタンを押す指がわずかに震えているのが分かった。社長室の扉を開けると、そこには社長が厳しい面持ちでデスクに座り、その横には副社長が立っていた。いつも穏やかに接してくれる社長が、今は鋭い眼光をこちらに向けている。花岡くん、今回の情報流出について、君の PC からデータが外部に持ち出された形跡がある。事実か？静かながらも重苦しい声だった。俺は一生懸命に頭を下げながら、自分なりに状況を説明しようとした。社長、正直に申しますと、全く身に覚えがありません。会社のデータは厳重に管理していたつもりです。パスワードだって。こんなことになるなんて、俺も信じられないんです。しかし、監査部門が調べたところ、流出元 IP アドレスは君の端末からとなっている。何者かが君の端末を使ったか、あるいは君が。社長はそこで言葉を切った。社長は困惑と怒りの入り混じった視線を俺に向けているように思えた。すると、横から副社長が口を挟む。社長、たとえ彼に覚えがないとしても、現時点では流出元が彼の PC なのは事実です。対外的にも責任を取る必要がありますし、調査が済むまでは謹慎処分という形が妥当かと。その言葉に社長が渋い表情でうなずき、続いて俺へ向かって厳かに告げた。花岡くん、今回の件がきちんと解明されるまで会社を休んでもらう。謹慎処分だ。調査結果が出るまでは自宅待機とするように。社長、待ってください。私は本当に何も。方便仕掛けた俺の言葉を遮るように、部屋の奥から慌てて入ってくる人影があった。東花さんだ。彼女は険しい顔でこちらを見ている社長に向かい、一生懸命に訴えるように声を上げる。お父さん、次郎はそんなことする人じゃありません。私が保証します。東花、黙りなさい。これは会社としての正式な対応だ。個人の感情を優先させるわけにはいかない。調査が済むまで待っていてくれ。社長は静かに言い放った。東花さんも強い瞳でそれに反論しようとしたが、社長の揺るぎない姿勢を見て言葉を飲み込んだようだった。俺は目の前が真っ暗になる思いだったが、ここで騒いでも仕方がない。わかりました。そう小さく返事し、頭を下げて社長室を出た。正直、心臓が張り裂けそうだった。何もしていないのに、どうしてだ？そんな思考がぐるぐる巡る。社長室を出てすぐ、東花さんが追いかけてきた。俺の腕をつかみ、心配そうな表情で覗き込む。次郎、大丈夫？まあ、大丈夫じゃないけど、仕方ないよ。社長の言い分もわかる。会社の機密が流出したなら、誰かに責任を負わせなきゃいけない。俺の PC から流出した以上、まずはそこを疑われるのも当然だ。自分でも嫌になるくらい落ち込んでいた。それでも、ここで逃げ出してしまえば、それこそ、やましいことがあるのでは、と誤解されてしまいかねない。何かしらの形で、必ず真実を証明しなければならない。私、何かできることがあったら言ってね。父に掛け合って。ありがとう。でも今は、この状況を受け止めるしかない。俺は謹慎処分になるけど、その間になんとか手がかりを掴んでみるよ。そう言いながら重い足取りでエレベーターに向かう。そこに現れたのがノボルだった。彼は俺と東花さんを交互に見比べ唇を歪めた。ああ、やっぱり得体の知れない中卒はこういう大失態をやらかすんだな。おめでとう花岡。ついに尻尾を出したか。その言い草に思わず胸の奥が煮えくり返りそうになる。だが今無駄に言い争っても意味がない。東花さんが憤りの表情を見せるが、それを制するように俺はそっと首を振る。佐野、お前がどう思うかは勝手だ。
でも俺はやってない。それだけは覚えておいてくれ。どうだか。お前みたいな奴は金のためなら何でもやりそうだしな。東花さんも騙されてるんじゃないか。挑発するような言葉を投げられても、俺はなんとか踏みとどまり、視線を登るからそらした。大丈夫だから。東花さんにそれだけ伝え、俺はエレベーターの扉が開くのを待つ。彼女がまだ何か言いたそうにしていたが、結局言葉にならないままのようだった。ドアが開き、中に乗り込んだ。ゆっくりと地下駐車場へ向かうエレベーターの中で、俺は拳をぎゅっと握りしめた。負けるものか。こんな形で逃げるわけにはいかない。絶対に冤罪を晴らしてみせる。そう心に誓いつつも、俺は暗く冷たいエレベーターの空気に押しつぶされそうになっていた。謹慎処分が下った後だったが、すぐに社内調査のための聴取という名目の呼び出しがあった。どうやら会社としては、俺に事情を聞く場を公式に設け、その上で最終的な判断を下すつもりらしい。俺としても、ある程度の説明責任を果たす場を与えられたことはありがたかった。が、同時に、やはり俺が疑われているという現実を突きつけられ、気は重い。指定された日、重役たちが集まる大きな会議室へ足を踏み入れた。扉を開けた瞬間、ぎょっとするほどの緊迫感が漂っているのが分かった。社長、副社長、法務部長、技術部の統括責任者らしき人物、そして人事部長である佐野部長が並んで座っている。そして奥の席には少し離れた場所からこちらを見つめる東花さんの姿もあった。彼女は俺に気づくと小さくうなずいて応援するような眼差しを送ってくれた。やがて社長が席を立ち、慎重に言葉を選びながら口を開く。では花岡二郎君への事情聴取を開始する。今回チェリーテックで発表された製品の技術情報と我々桜産業が開発中だった新製品の仕様がほぼ一致していた。さらに流出元は花岡くんの PC と判明している。彼に弁明の機会を与えるとともに今後の対応を検討したい。社長がそう言うと、佐野星部長が早くも鼻息荒く立ち上がった。社長、弁明なんぞ聞くだけ時間の無駄です。流出元が彼の PC であるのは厳然たる事実。言い訳の余地などないでしょう。会社としては損害賠償を請求するとともに懲戒解雇を検討すべきかと。声を荒げながら一方的に糾弾する。会議室の空気が途端に張り詰めた。俺は少しだけ肩を震わせながら冷静を保とうと努める。そう簡単に終わってたまるかという思いが胸に燃え上がってくる。佐野部長、確かに俺の PC から流出した形跡があるのは理解しています。ですが、どう考えても不自然な点が多くあります。第一、この新製品には感動製作所、つまりうちの工場が持つ特許技術が使われているのをご存知でしょうか。そう言うと、佐野部長ははーっと馬鹿にしたような表情を浮かべ、軽く眉を潜めた。中卒の町工場がなんだって？特許です。感動製作所は多段式精密金型成形法と呼ばれる特許技術を持っています。通常、精密部品を作る場合、1回の成形で型を作り出すのが一般的です。しかし、この方法では複雑な形状の場合、歪みや応力集中が起きやすい。この技術では、一つの金型の中に可動式の複数の成形面を組み込み、段階的に形状を作り出していきます。これにより、従来なら絶対に作れなかったような複雑な形状でも、高精度で安定した品質を実現できるんです。俺の説明に会議室内がざわざわと揺れた。特許絡みという言葉に、法務部長らしき人物もメモを取る手を早めている。俺が入社するときに、この特許を桜産業と共同利用する形で提供していました。チェリーテックで発表された機器には、まさにその特許技術が使われているのを確認しました。つまり、うちの会社自体も被害を被っている立場なんです。桜産業が感動製作所の特許を持つ形で契約し、その技術を商品に転用していたのが流出した。ここを無視して、俺個人が勝手に持ち出すメリットはどこにもありません。佐野部長は苦々しい表情で舌打ちしながら、ざれ言を。と小声で呟いたが、もう俺は動揺しなかった。事実を示すしかない。それに、データが流出したタイミングは深夜ですよね。その夜、俺は社内にいなかったんです。営業部の打ち上げの後、東花さんを送ってタクシーで帰宅しています。その領収書もあるし、タクシー会社に問い合わせれば、その日私を送ってくれた運転手さんが証人になってくれるでしょう。そう言って書類を取り出すと、
副社長や法務部長がそれを回覧し始めた。流出時刻やタクシーの領収書の日付が照らし合わせられ、一気に会議室が白熱する。佐野部長は落ち着かない様子で貧乏ゆすりをしていた。明らかに苛立っているのがわかる。俺は視線を会議室の全員に向け、決定的な事実を突きつけた。犯人はその深夜帯に会社にいた人物です。私は東花さんに頼んでセキュリティの入退室記録を確認してもらいました。その結果、当日のその時間に会社にいた人物はただ一人。佐野星人事部長、あなただけなんです。俺の言葉に会議室は一斉にざわめいた。法務部長や他の役員がそれは本当かと顔を見合わせる。副社長が PC を手にログを確認し始め、社長は静かに椅子に深く腰掛けながら佐野部長を睨んだ。佐野くん、当日の深夜君が社内にいたことは間違いないのか？社長の問いかけに佐野部長は明らかに動揺を隠しきれない様子だった。手に持った書類をガサガサと握りしめ、口元が引きつる。いや、私は仕事が山積みで残業していただけで、別に何もやましいことは。しかし、君が会社にいた時間に、花岡くんの PC が使用された形跡がある。しかし花岡くんはその時間会社にいない。君しか会社にいなかった。これはどう説明するつもりだ？社長の声に静かな怒りがにじむ。佐野部長は口をパクパクさせて言葉を探すが思いつかないのか、額から油汗が流れ落ちている。くそ、とにかくそいつが何か企んでいたんです。俺は被害者なんですよ。彼が情報を流そうとしているところを見つけて、代わりに削除しようとしていたとか、そういう可能性だってあるでしょ。佐野部長のめちゃくちゃな言い訳に会議室内がさらにざわつく。まるで泥沼の言い逃れ。法務部長や副社長は顔を見合わせて険しい表情を浮かべている。そんな中、東花さんが席から立ち上がり、強い口調で佐野部長を一喝した。佐野部長、いい加減にしてください。証拠はすべてあなたに不利なものばかり。今さらそんな嘘をついて何を守ろうとしているんですか？その言葉に彼の眼光がさらに険しくなる。周囲が息を飲む中、佐野部長は唇を噛み、そして思わず声を荒げた。こいつが、花岡が邪魔なんだよ。息子が社長令嬢と結婚して会社の地位を盤石にするはずだったのに、こんな中卒が現れて、俺の計画が全部台無しだ。会議室の空気が凍りついた。部長自らの暴露とも取れる言葉が飛び出し、みんなが言葉を失う。佐野部長は怒りの勢いに任せて一気にまくし立てる。登と東花さんとの結婚が実現すれば、私も会社で安泰だ。だから邪魔だったんだよ。中卒のお前なんかが舞い上がってるのが。佐野部長の剣幕に役員たちは目を向き、副社長が、これは明らかな内部犯罪行為ではと低い声で漏らした。社長は深い怒りをたたえた沈黙のまま、ひたと佐野部長を見つめている。そして低く、静かな声で言い放った。佐野くん、君は人事部長として社員を守る立場にあるはずだ。にもかかわらず、私利私欲で会社の機密を盗み、社員を陥れようとした。その罪はあまりに重い。その言葉を聞いた佐野部長は腕を振り回し、まるで発狂したかのように叫ぶ。くそ、登が令嬢と結婚さえできれば、俺は勝ち組になれたってのに、こんな町工場上がりの中卒に計画を壊されるなんて、こんなのあんまりだ。あまりの醜態に、会議室の重苦しさは最高潮に達した。誰もが彼を非難の眼差しで見つめている。会議室に沈黙が落ちた数秒後、東花さんが一歩前へ出た。そして、佐野部長に向けて強い意志を示すように言葉を発した。人を何だと思っているんですか？会社や権力のために誰かを陥れて、引きずり落として、それで満足なの？私はそんなの絶対に許せません。私は誰が何と言おうと、次郎を信じます。仮に父が反対したって関係ない。私は次郎を選びます。その瞳には揺るぎない決意がある。そんな東花さんの姿を見て、佐野部長は言葉を失ったらしい。椅子に崩れ落ち、がっくりとうなだれた。東花さん。俺が声をかけると、彼女は涙ぐんだ瞳をこちらに向け、しっかりとうなずく。その眼差しは、まるで、絶対に私があなたを守ると誓うかのようだった。今この場で、その思いを正面から受け止めた俺は、眩しいほどの感動で心が満たされる。役員たちは、息を飲んで俺たちを見守っていた。
社長がどう反応するのかを固唾を飲んで見守っているようだった。深い沈黙が会議室を支配する中、社長が椅子をゆっくりと回し、全員の視線を集める。そして、重々しく口を開いた。花岡くん、娘から君のことはいろいろと聞いていた。中卒で町工場を支え、特許技術の開発に携わった男だと。だが、親としてはやはり、娘がそんな環境の男性と結婚するのは少し不安だった。それが正直なところだ。社長は一旦言葉を切り、肩越しにちらりと東花さんを見た。彼女も身構えるように背筋を伸ばしている。しかし、今回の件で、改めて君の誠実さと、社への思いが分かった。自分が疑われた時も、逃げることなく真実を証明してくれた。その行動力は、私の想像以上だった。そして君の工場が持つ特許技術が、我々の事業にとってどれほど重要か、改めて認識した。素直に言って二郎君は信頼に値する男だと判断できる。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。社長は自分の娘を思う父親でもあり、巨大企業のトップとして冷徹な判断を求められる立場でもある。そんな彼が信頼に値すると言ってくれたのだ。一方佐野部長については容赦ない決断が下された。佐野くん、人事部長としての権限を悪用し、社の機密を流出させ、社員を陥れようとした。君の行為は重大な背信行為であり、看過できない。処分は私の一存では決められないが、懲戒解雇も含めて厳正に対処せざるを得ない。社長の言葉を聞いた佐野部長は、すべてを諦めたようにうなだれ、椅子からずるりと崩れ落ちた。役員の一人が慌てて肩を支えようとするが、彼はうつろな目をしたまま、何も考えられない状態のようだ。あれほど傲慢だった男の末路を見て、俺は痛ましさと安堵が入り混じった不思議な感情を覚えた。佐野部長は取締役会で糾弾され、正式な懲戒解雇処分が下った。さらに悪質な背信行為として、損害賠償請求を含めた法的手段も検討されているようだ。社内でも彼の悪評は一気に広まり、人事部長としてあんなことができるなんて、と、驚きと失望の声が後を絶たない。今まで彼の前では縮こまっていた社員たちも、あの男に支配されていたようなものだった、と口々に言う。噂では、佐野部長は家に引きこもって、一歩も外に出られないらしい。無理やり事を運んだ報いが、自分に跳ね返ってきたのだろう。彼が失脚した今、社内は以前より風通しが良くなった。少なくとも、多くの社員が萎縮せずに働ける環境になったのは、紛れもない事実だ。そんなある日の昼休み、俺は自販機の前でコーヒーを買おうとしていた。花岡。ボタンに手を伸ばしたところで、不意に声をかけられる。振り向くと、そこには登が立っていた。少しやつれたようにも見えるが、その目には迷いのない光が宿っている。しばらく言葉を交わせないまま、微妙な空気が流れた。登は口を開こうとするが、うまく言葉が出ないのか、唇を強く噛んでいる。どうした？俺はなんとなく察して、そう問いかけた。すると、登は小さく息を吐いてから、絞り出すように言った。すまなかった、父のこと。情けない。俺がもっとしっかりしていれば、ああはならなかったのかもしれない。あんたにあんな嫌味ばっかり言ってた俺が、正直恥ずかしいよ。本当にごめん。思いもよらぬ言葉に、俺は一瞬驚いた。だが、登が、ここまで素直に謝罪してくれたことが嬉しくもあって、肩の力が自然と抜けていく。ゆっくりと、彼の瞳を見つめ、俺は笑ってみせた。いや、気にするなよ。君は君さ。お父さんのやったことまで責任を負う必要はない。もちろん、佐野にも反省すべき点はあるかもしれないけど、あれだけ強いプライドを持って生きてきたんだろ。そこは悪いことばかりじゃないと思う。プライドの使い方を間違えなければ、きっと力になるはずだ。俺がそう言うと、登はまぶたをぎゅっと閉じて、小さく震える声で続けた。ありがとう。俺はずっと東花さんに憧れてた。だから嫉妬してたんだ。お前が中卒なんて誰も気にしなくなるくらい、すごい成果を出していて、そこが悔しくて仕方なかった。でも、もうそんなこと言ってる場合じゃない。俺も一から出直すよ。今度はあんたみたいに地に足をつけて、自分の力で実績を作りたいんだ。最後の方はほとんど涙声だった。いつもは冷酷なまでのプライドを見せていた彼が、今はむき出しの感情をさらけ出している。俺は静かに彼の肩に手を置き、うなずいてやった。一緒に頑張ろう。俺もやっとスタートラインに立ったばかりなんだ。
桜産業で気張っていこうぜ。すると、登は鼻をすすりながら小さく笑う。お前、どこまでできたやつなんだよ。登は少しだけ照れくさそうにつぶやいた。それを聞いて、俺は自販機に並ぶもう一本のコーヒーを買い、彼に差し出す。缶コーヒーの温かさが、俺たちの間にあったわだかまりを少しずつ溶かしていくような気がした。ありがとな。登は受け取った缶を見つめたまま小さく息を吐く。そして次の瞬間、彼は瞳に宿したわずかな炎を隠しきれずに言葉を継いだ。でもな、恋のライバルとしてはまだ負けねえからな。いろいろ感謝はしてるけど、東花さんのことは絶対諦めない。わずかに照れが混じった小姉ながらも、その宣言には揺るぎない決意が滲んでいた。俺は苦笑しながらも、その強い意志を真っ向から受け止めるべくうなずく。あ、わかった。遠慮はいらないさ。二人とも、まだ気恥ずかしさが残る。けれど、こうして正面から向き合えたのなら、登との関係も少しずつ変わっていくのかもしれない。それから数ヶ月、社内は一連の事件を乗り越えて、むしろ活気を取り戻しつつあった。俺自身も営業と技術の架け橋として、ますますやりがいを感じていた。感動製作所が開発した特許技術を用いた部品を搭載した製品は大ヒットし、社内での俺の評価は一気に上がった。AI 自動化技術が盛んな今、その要となる精密加工部品の信頼性は高い評価を受けているのだ。今回の成功で、桜産業は新たなブランド力を手に入れたも同然だった。営業部の仲間たちは、花岡すごいじゃないか。お前が来てから契約数が伸びたぞ。なんて言ってくれる。もちろん、俺一人の力じゃない。社長や東花さん、そして同僚たちが支えてくれたからこそ、成果を生み出せたのは言うまでもない。そんな毎日を過ごすうちに、東花さんとの距離は自然と深まっていった。もともと彼女は、俺に対して結婚を前提に、なんて大胆に言ってくれていたが、ここまで実績を積むことができた今なら、胸を張ってお願いしますと言えるような気がする。そして、ある日の夕暮れ時、会社近くのカフェで、俺は東花さんと向かい合って座っていた。店のガラス越しにオレンジ色の光が差し込み、彼女の横顔を柔らかく照らしている。その美しさに思わず見とれてしまう。俺はカップに残ったコーヒーを飲み干すと、決意を込めた声で口を開いた。東花さん。いや、東花。俺は君と本当の意味で家族になりたいと思ってる。もちろん、まだまだ未熟者だけど、これから会社のため、そして君のためにももっと頑張りたい。結婚しよう。自分でも顔が熱くなるのが分かった。東花さんは、いや、東花は一瞬きょとんとした顔をしてから、ふわりと微笑む。ありがとう、次郎。あなたの思いを聞けて本当に嬉しい。これまでも何度か言い出しそうで言い出せないように見えてたけど、ちゃんと覚悟ができたのね。彼女の澄んだ瞳に涙がにじみ、そのまま俺の手をそっと握る。まるで昔から当たり前のように繋がっていたかのような、その自然な仕草がたまらなく愛おしい。うん、もう迷わない。社長にもきっとちゃんと挨拶させてもらう。結婚して、二人でこの会社と工場を支えて、もっと大きな未来を作ろう。こうして、俺たちは正式に結婚を決めた。社内に報告すれば、きっと大騒ぎになるだろう。登は最初こそ内心複雑かもしれないが、改心した彼なら、温かく祝福してくれるはずだ。父も母も、俺の姿を誇らしく思ってくれると信じている。東花の指先が、温かな安心感を伝えてくれる。俺もそれに応えるように、強く手を握り返した。学歴は、一つの指標かもしれないが、それだけで人の本質はわからない。大切なのは、自分がどう動き、何を生み出し、どんな姿勢で周囲と向き合うかってことだ。俺はそれを身をもって学んだからこそ、真の価値を見出せたんだと思う。俺たちには、まだこの先もいろんな困難が待ち受けているだろう。でもこれから先、どんな未来を築いていくのかは、きっと俺たち次第だ。